こんにちは、ペンタロウです。オーナーには通な人も多いミドルツイン。その魅力とメーカーごとのラインナップを紹介します。1、ミドルツインバイクの特性。瞬発力。ミドルツインの魅力として最初に挙げられるのは抜群の瞬発力。低回転トルクが太いモデルが多く、4気筒エンジン車より発進時の蹴り出しが強いので、スタートダッシュを爽快に駆け抜けられます。高めのギアの低回転でもアクセルをひねればドドドッと加速できるので、不意に信号が黄色に変わった時など瞬発力を求めるシーンでストレスなく走れます。高速道路では6速固定での追い越しも楽に行けるので、この瞬発力のおかげで下道から高速までどこでも走りやすいことがミドルツインの大きな魅力となっています。軽い。4気筒エンジン車と比べてエンジン周りが軽いため、車重が抑えられていることも魅力です。200キロ以下のモデルが多く、重いものでも特殊なもの以外は200キロ前後くらいまでで、取り回しの不自由さも少なく、軽快な走行感覚の特性になっているものが主流です。参考までに普通二輪教習車として一般的だったホンダ CB400 スーパーフォアの教習車仕様 CB400SFK の車重は207キロです。どちらかというとこれが普通二輪教習車というのが間違っていると言えなくもないですが、ミドルツインは中型教習車より軽いので大抵の人は気楽に感じると思います。ちなみに新しい普通二輪教習車の NX400L は201キロなので、やはりどっこいどっこいかより軽いミドルツインも多くなっています。燃費がいい。おおむねどのモデルも走行性能にしては燃費が良く、メーカーのスペック上でも WMTC モードでリッター25キロ前後です。実際に走らせてもおよそそれくらいで、走行条件によっては30くらいを記録するものもあります。国内モデルではほとんどがレギュラーガソリンなども経済的で嬉しいですね。ただレギュラーの4気筒車ホンダ CB400 スーパーフォアや川崎 ZX4R よりハイオクのミドルツインの方が燃料代は安いので、いずれにしても経済的です。タンク容量は13リットル14リットルくらいが多く、その場合は航続距離は300キロ台前半と気持ち短めなので、気になる人はアドベンチャー系モデルなどタンク容量が大きいものを意識的に選ぶと良さそうです。歩道感のあるモデルも。ミドルツインは主に直列エンジンで、いくつか V 型も残っています。 V ツインの現存モデルたちは低回転でパルスを感じられるので、そういったモデルは2気筒の粗さが逆に心地よい体感となっていて、ファンの人も多いでしょう。90度 V ツインは回転を上げると振動が消えていくような感覚になるので、これもまた面白いです。直列エンジンのミドルツインはクランク角270度が主流で、 V ツインと似たフィーリングを体感できるものもあります。一部には180度360度のものもあり、それらも含めると様々な味が楽しめるのもミドルツインの面白さです。小排気量は単気筒がマッチ。排気量 400cc から 800cc くらいは2気筒がバランスよく、それ以上は4気筒がちょうど良さそうですが、ミドルツインは性能、走りやすさ、コストなどの面で日本の環境にちょうどいいバイクとなっています。2、スズキのミドルツイン。ここから各社ミドルツインを紹介しますが、一応 900cc 前後までミドル扱いにしていきます。スズキの 775cc シリーズ GSX-8S、8R、V ストローム800は2023年に登場した新しいモデルです。すべてが新設計となっていて、ストファイの 8S、フルカウルの 8R、スポーツアドベンチャーツアラーと名乗る V ストロームと好みに応じて選べます。エンジンは特許取得済みのスズキクロスバランサーを搭載していて、振動がかなり少なく、サスペンションの品質も良いので、ワンランク上の上質感ある走りを実現しています。ただしその分鼓動感などはあまり感じず、排気量も静かなので、低回転でどこどこ言わせたい人は別のバイクをおすすめします。ペンタロウは 8R に1年ちょっと乗っていますが、これ以上ない高次元のバランスにいつも感動しています。スズキの 645cc シリーズ SV650X、V ストローム650、絶滅危惧種の90度 V ツインエンジンを搭載。価格設定がリーズナブルなので、お手軽に V ツインフィーリングを堪能できる素敵なバイクとなっています。控えめながらもアイドリングから鼓動感があり、エンジンを回していくほどスムーズかつ元気なレスポンスは、癖もなく美味しいところだけ持っていったかのような仕上がりです。V ツインのせいもあってか、近い排気量帯、車体サイズのバイクよりホイールベースがやや長め、車重がやや重めと、スペックだけ見るとライバルに目を奪われがちですが、そこはスズキ、いぶし銀のような魅力を詰め込んでいるのはさすがです。昨今の排ガス規制によってそろそろなくなるといつも噂されつつ、今のところ生き残っています。来年の規制を通すのかどうなのか、継続の噂もちょっとずつ聞くようになってきたので、もしかすると残るのかもしれません。 V ストローム650はメーカーが現行の注文受付を終了しているようで、継続するのか廃盤になるのか動向が気になります。ペンタロウはセパハンで実は前傾ハードめな SV650X に最近まで乗っていましたが、ヘタレなので半日くらいで家に帰っていました。それでもまた乗りたくなる魅力的なバイクです。
3、ヤマハのミドルツイン。ヤマハの 688cc-MT-07 はファミリーに XSR700、テネレ700もあります。MT-07 はクラス最軽量レベルの 183kg、ホイールベース、トレールが短く曲がりやすいマシンになっていて、パワーのある中型マシンというイメージです。派生モデルの XSR700 は丸めネイキッドのネオクラシック系モデルで、たまにアップデートしますが、マイナーチェンジの年で年間400台くらいなので、めったに見かけることのないプチレア車になっています。テネレ700はビッグオフローダーで、シート高 875mm の高さがよくネタにされるバイクです。ヤマハの700エンジンはまるで MT-07 ほかその他が派生モデルであるかのごとく、テネレにこそベストマッチと思える相性の良さで、迫力あるマフラー音、大きいフロントタイヤからのオフロードらしい旋回感覚など、舗装路も普通に楽しい妥協なき完成度を誇ります。毎年500から600台の計画で XSR700 よりは出荷されているようです。ペンタローは発売当初からテネレが気になりつつ XSR700 を買って乗っていますが、そろそろテネレいっとこうかといつも悶々としています。YZF-R7 は本格スポーツ系モデルで、 MT-07 とは減速比なども違いスポーティーなセッティングになっています。ファミリーに乗っていると、このエンジンでフルカウルスポーツはと思ってしまいがちですが、セッティングが全然違うので、普通に乗ってみるとよくフィットしているのがわかります。ついつい回したくなる特性で、知らなければ同じエンジンとは気づきにくいでしょう。 MT-07 ファミリーは2025年モデルで電子制御スロットル化して大幅アップデートされました。テネレも同様ですが、 YZF-R7 はアップデートを預け、 XSR700 はそもそもアップデートされるのか謎です。生産終了したもののまだウェブサイトに載っているクルーザーのボルトは 941cc の60度 V ツインを搭載しています。派生モデルにはセパレートハンドルの C スペック、スクランブラースタイルの SCR950 など、なかなかに攻めたモデルもありました。バンク角60度なので90度とは違いますが、低回転の鼓動感と高回転のスムーズさは健在で、こんなスタイルでありながらスポーティーにキビキビ走れる独特のバランスになっています。ちなみに SCR は時速70キロでハンドル振動のためミラーが全く見えなくなり、80キロ以上になると逆にピタッと止まって視界が快適になります。4、川崎のミドルツイン。川崎の 649cc シリーズ、忍者 650、Z650RS。忍者650は割り切ったツアラー仕様で、ハンドル爆上げの快適姿勢、ラバーステップ装備、純正積載グッズもたらふく用意と、ヤマハのようにフルカウルバイクはハイパー前傾でないといかんのだという姿勢はみじんも感じさせません。Z650 はストファイ版、RS は丸めクラシック系です。どのモデルも 800cc クラスのライバルと比べてややお高く感じる設定になっているので、販売台数は少なめになるかもしれません。エンジンはこのクラスでは珍しい180度クランク直列2気筒となっています。RS シリーズよりクラシック感を追求した W シリーズの 773cc モデル W800、最近 230cc の W230 が追加されて W ファミリーを形成しています。エンジンは360度クランク直列2気筒と650に次いで珍しめのクランク角が採用されています。そろそろなくなるだろうと囁かれ続けていますが、来年の排ガス規制を通すかどうか気になります。ペンタローは数年前から買おうかなどうしようかなと思いつつ、テネレを通過して XSR700 に行き着きましたが、ちょっとまた試し乗りでもしてこようかと思っています。5、ホンダのミドルツイン。ホンダのツアラーモデル 745cc の NC750X。以前の NC750S はだいぶ安かったところ X に集約されてだいぶ高くなりました。 DCT も用意されていて、キャラクター的に DCT を選ぶ人が多いようです。大型二輪教習車に NC750L というモデルが採用されていて、馴染みがある人も多いかもしれません。普通二輪教習車の CB400SF 系より扱いやすいという人が多く、あべこべな感じになっていました。普通は燃料タンクの位置が容量23リットルのラッゲッジボックスになっていて、ヘルメットも入ります。その分給油口がリアシート下にあって、積載していると燃料が入れづらいちょっと変わった仕様になっています。アドベンチャーの 754cc トランザルプ、新たにストファイのホーネットも発売されました。 ETC 標準装備でオートキャンセルウインカーも搭載されているなかなかに素敵なモデルです。スズキの800とガチバトルなスペックでどうなるか気になるものの、販売計画台数は500台とそれほど売れるつもりでもないようです。色もシルバーと黒だけなので、売る気自体あまりなさそうに見えなくもありません。6、モトグッチのミドルツイン。7なのに 853cc の V7、空冷縦置き V ツインエンジン搭載の現行ミドルツインでも個性的なバイクです。縦置きエンジンの最高に心地よい旋回感覚と低回転の鼓動感、V ツインらしい高回転のスムーズさと、ミドルツインにおいて他を選ぶ理由が見当たらないほどの
唯一無二の優れた特性を持っています。モトグッチは最近水冷縦置き V ツインエンジンを開発していて、水冷への移行を進めています。 V7 ももうすぐ水冷に移行するのか絶版になるのか。ペンタローはストーン10からレッドストライプツイントーンのスペシャルに乗り換えました。7、ロイヤルエンフィールドのミドルツイン。ロイヤルエンフィールドの650シリーズ、イント、コンチネンタル GT、スーパーメテオ、ショットガン、ベアとスタイル違いがどんどん増えています。イントとショットガンは普通のネイキッド系、コンチネンタルはセパハンのカフェレーサースタイル、スーパーメテオはクルーザー、新しく出たベアはスクランブラースタイルという住み分けになっているようです。8、トライアンフのミドルツイン。スピードツイン900、2025年モデルで大幅アップデートしました。フレームから新しくなったようで、シートやサスペンションも変更されて全く別物に一新されています。メーカーのコメントを平たくまとめると、軽快でスポーティーな方向に変更を加えたということで良さそうです。もともとシート高 765mm とだいぶ低かったところ 780mm と少し上がりました。スクランブラー900もありますが、こちらはまだアップデート情報がありません。9、ドゥカティのミドルツイン。ドゥカティは 900cc 前後の2気筒モデルが多く、890cc にはパニガーレ V2、ストリートファイター V2、ムルティストラーダ V2 などがあります。パニガーレは先代モデルから 17kg 軽量化されて、燃料を除いた装備重量が 179kg と 900cc 前後にしては軽量級に仕上がっています。937cc にモンスター、スーパースポーツ、ハイパーモタード、これらも V ツインですが、ドゥカティは L ツインと呼んでいます。パニガーレもエンジンを同じような角度で積んでいるように見えますが、 V と L と故障を分けている理由がずっと気になっています。 803cc のスクランブラーシリーズ、こちらも V ではなく L ツインと呼んでいます。スクランブラーはスタイル違いでいろいろありますが、現在はちょっとバリエーションが減ってアイコン、ナイトシフト、フルスロットルなどがあります。ミドルツインもろもろを紹介しましたが、楽しく乗れて利便性も高いので、未体験の人はぜひ体験してみてください。オーナーの方々はご自身のモデルの良いところをコメントいただけると参考になるのでありがたいです。よろしければ高評価、チャンネル登録をお願いします。ラジオチャンネルでバイクの小話、メンバーコンテンツでプライベートな話をしているので、よろしければそちらもご覧ください。じゃあまたねー。